こんにちは、ふうやんです。今日は滋賀県の近江八幡に来ています。近江八幡は琵琶湖に面した場所にあって、近江商人で栄えた商業の中心地だった場所です。古い町並みや歴史的な建造物が残り、歴史愛好者や観光客に人気の町です。ここは近江八幡町中研究所、旧番家住宅。でもまだ朝早いので閉まっています。後で来ることにします。なんと美しい街並み。うっとりしてしまいます。ここは近江商人の商家が多かった場所で、古くても立派な家が多いです。ここは江戸にも進出した商家なんですね。そして今でも会社は残っているそうです。2階のガラス窓の格子がおしゃれですね。ここはメンタームを販売している近江兄弟社のメンターム資料館です。メンタームとメンソレータムとどう違うのって思うかもしれませんが、近江兄弟社ももともとはメンソレータムの販売権を得てメンソレータムを作っていたんですが、大人の事情でメンタームという商品名になりました。近江八幡の見どころといえばここですよね。八幡堀です。もともとはお城の堀だったんですが、近江商人にとっては重要な運搬手段として使われていました。この堀があったからこそ近江商人が栄えたと言っても過言ではありません。でも鉄道やトラック輸送が主流になってからは、ドブ川状態になって埋め立てする計画だったとのこと。しかし近江八幡青年会議所は、堀は埋めた瞬間から航海が始まるとの考えで、会員自らが八幡堀へ入り自主清掃を始めます。そして一人また一人と輪が広がって、ついに滋賀県は積みかけていた改修工事を中止、国にその予算を返上することになりました。僕はこの話を聞いて、歴史を残そうとする市民の意識に感動してしまいました。現に八幡堀を復活させたおかげで、近江八幡で人気の観光スポットになっています。美しいです。残してくれてよかった。次にやってきたのが日牟八幡宮です。聖武天皇が高穴穂宮に即位された折、竹内の宿根に命じて当地に地主神である大島大神を祀られたのが鎮座の始めとされています。要約すると1900年近い歴史のある神社っていうことです。こちらは拝殿です。そしてこちらは神殿。
近江八幡山城跡へ行くためにロープウェイに乗ります。ここ近江八幡城はまだ子供がいなかった豊臣秀吉の養子であった羽柴秀次が作ったお城です。なぜこんなに高い山に城を作ったんだろう。城までの道のりは大変だっただろうと思っていたら、実際は麓の巨漢が城の中心となっていたそうです。山頂付近にやってきました。右前方に見える石垣は本丸櫓があった場所です。ここは西の丸跡です。これだけ高いところに来ると遠くまで見渡せますね。そしてこっちは北の丸跡。ハートの形をしたモニュメントですが、歴史遺産になぜこれを置くのか。瑞龍寺の山門です。城跡なので防御もバッチリ。実は近江八幡山城の初代城主の豊臣秀次は謀反の疑いで切腹させられており、建設からわずか10年で廃城になっています。瑞龍寺は豊臣秀次の母である瑞龍院日宗二が秀吉に自害させられた秀次の菩提のために京都の村雲に創建しました。そして1961年に現在地に移されました。八幡山展望館です。やたらハートが多い場所ですよね。ハートの理由はこれですか。無理やり感があるんですけど。八幡堀の観光船に乗りました。ここで1500円使ったら昼ご飯はすき家牛丼並み決定なんて思いましたが、せっかく来たんだしね。それに乗ってよかったですよ。どうですかこの眺め。近江商人になった気分ですよね。時代劇のロケによく使われるそうですが、そんな雰囲気ですよね。正面に見えるのは白雲館で、明治時代に建てられた小学校跡です。ここもよくロケに使われるそうです。普段は入れるんですが、今日は休館日でした。こ
ここは旧八幡郵便局です。ここも休館日、本当は中も見れるしカフェもあるらしい。やっぱり平日の定めですよね。往生際が悪い僕はちょっと覗いています。ここはボーリズ記念館。ボーリズ氏が住んでいた家です。ボーリズ氏は建築設計士で、近江八幡の明治時代に建てられた洋風建築物はほとんどこの人の設計です。朝は閉まっていた9番家住宅に来ました。ここは江戸時代初期の豪商番匠右衛門が本家として建てた商家です。番匠右衛門は商家として畳表、蚊帳、扇子、麻織物を中心に商売を行い、大阪や京都にも出店していました。やがて江戸の日本橋にも大棚を構え為替業務や大名貸しもするようになっていました。2階に上がります。仕切りのない広い部屋ですね。さらに階段を上がります。ここは柱のない広い部屋ですが、以前は女学校として使われていました。今度は歴史民族資料館に入ってみます。あ、これは映画オールディーズで見た冷蔵庫。氷で冷やすタイプの冷蔵庫ですよね。そして続編では電化が進んで、氷屋さんががっくりしていましたよね。近江商人は主に行商で商売をしていましたから、携帯の計りや持ち運びできるものを使っていたんでしょうね。次に来たのが旧西川家住宅。ここも豪商の商家です。おままごとセットらしいです。お金持ちしか持ってなかったでしょうね。広い家ですね。ここは帳場でしょうか。2階もあるんですね。これは全国的にも珍しい3階蔵です。1500円の屋形船に乗ったので、昼はすき家のはずでしたが、せっかくなので名物を食べることに。これです。名物の近江ちゃんぽんです。近江ちゃんぽんとは中華麺を使っています。和風だしです。魚介が入らず野菜たっぷり、お酢を入れて食べます。勉強不足でお酢を入れるって知らなくて、お酢は入れてません。
ただ和風だしというのは納得。すごく優しい味でした。野菜たっぷりで、これは絶対にカロリーゼロやな。僕は料理人への礼儀としてスープは全部飲みます。大丈夫、血圧は120です。次にやってきたのがここ。ラコリーナ近江八幡です。おそらく近江八幡のどの観光スポットよりも人気の高い観光スポットでしょう。近江八幡の観光客は全員ここに来るんじゃないでしょうか。これだけの広い施設なのに人でいっぱいです。カメラを向けることができないくらいです。コンセプトは自然に学ぶとのこと。何を学ぶのかは分かりませんが、ここはカステラショップらしいです。ここではバウムクーヘンを作っているところが見られます。こんなに作っても全部売れるんでしょうね。すごい人気です。とりあえず奥さんへの土産はこれを買っておけば間違いないでしょう。そんなわけでこれ買いました。なんとこれは陸王じゃないですか。オーナーさんが自分の好きなものを集めたんでしょうね。これもまたすごい。後ろは BSA で手前がトライアンフ。トライアンフってスクーターも作っていたんですね。よくこれだけの広い土地にこれだけの施設を作ったものです。恐るべしクラブハリエ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。これからもいろんな場所を紹介していきますので、また見てみたいと思われる方はチャンネル登録してお待ちください。ではまた。